皆さんこんにちは、みほです。いつも動画ご視聴くださりありがとうございます。今日はですね、大切な人とのつながりっていうテーマでお話ししたいと思います。皆さんは大切な人を亡くしてその方とのつながりって感じていらっしゃいますか？私が亡くしたのは旦那なんですけど、今私の気持ちを支えてくれてるのって本当旦那とのつながりを感じられているからなんですよね。で死別の辛さっていやおうなくその大切な人とのつながりが断たれてしまうことだと私は考えていて、どういう出来事が旦那とのつながりを感じさせてくれたのかとか、どういうふうに普段私から意識的に彼とつながりを感じているかとか、今1年9ヶ月ほど旦那を亡くして経った中でつながり、生きていない人とのつながり全般について私が思うことをお話ししたいと思います。私は今34歳なんですけど、身内で誰かを亡くすことって本当旦那が初めての経験だったんですよね。なので旦那を亡くす前に持っていた死とか死別に対するイメージって、死だとやっぱり生きていないイコールその人は存在しないっていうふうに思っていましたし、死別っていうのも乗り越えるもの、抱えるものじゃなくって乗り越えるものだと思ってたんですよね。あれは旦那が亡くなって数日後だったと思うんですけど、朝だったんですよね。人が亡くなると手続きとかいろいろねやることが多いじゃないですか。で私はもうそれで頭がいっぱいいっぱいになっちゃって、朝ごはんを抜こうとした日があったんですよ。でもとりあえずお茶だけは飲もうと思ってキッチンに立ったら、彼から美穂朝ごはん食べてっていう声がしたんですよね。でその時の彼の声とか話し方とかがもうほんと生前そっくり、で彼が私の真後ろに立って私の肩に手を添えてそう言ってくれてる情景が一瞬頭の中に浮かんだんですよね。で声が聞こえるって言っても本当にその声が耳に聞こえるっていうそういうわけじゃないんですけど、その彼の声とか言葉が頭に浮かぶ、でなんとなく彼は見てくれてるんだなって、私が今朝ごはんを抜こうとしてるっていうことが分かってるんだなって思ったんですよね。彼が亡くなった後に彼と一番つながりを感じていたのって多分その四十九日までの間で、特にその日だったんです。その出来事の日で、その時に彼とより近くなったんだなって感じたんです。その体っていうのがとっても物質的な存在で、彼は体をなくしたことで私たちの間の境界線みたいなのがなくなってより深くつながることができたんだってそういうふうに感じたんです。生きていることって体があることが前提で、でもそれって人の存在とか人との関係性みたいなところでは一番大事な要素じゃないんだなって感じるようになりました。もう一つ彼とのつながりを感じた出来事は、確か彼が亡くなって数ヶ月後の話だったと思うんですけど、公園を自転車で走ってたんですよね。で確か夕方で夕日の空だったと思うんですけど、すごい空が綺麗だったんですよ。で私彼と出会ってからなんてことない日常の景色が本当より美しく見えるようになって、でも彼の死後そういう綺麗だなって思う景色を見るとすごく悲しくなってしまったんですよね。その綺麗なのに彼は見られないとか見せられない、そういう気持ちが先走ってしまってすごく悲しかったんですけど、その日もその綺麗な空を見て悲しくなっていて、で心の中で彼に話しかけて、
なんかこんなに綺麗なのになんで生きてないのって、話してたんですけど、でそう言ったらまた彼の声がして、美穂が代わりに見てくれてるじゃんって聞こえたんですよね。でそれも本当に一瞬の出来事で、でもその一瞬は本当に限りなく彼と一体となって、なんかまるで私の目を通して彼がまだこの世界を生きているような、なんか見ているような、なんかそういう感覚になったんですよ。でももう一つの出来事と同じように本当に何て言うんでしょう、自分の感覚がリアルなので、それを疑うことなく私は信じたんですよね。彼は私の目を通して一緒にこの世界を体験してくれてるって、彼が見てくれてるから、自分はできるだけ美しいものを目にして温かい言葉を口にして、本当ここにいる彼に恥じない生き方をしようって、なんかそんな風に思わせてくれた出来事です。私にとってはこの2つの出来事が一番彼とのつながりをリアルに、感じた出来事なんですけど、すごく幸せな気持ちで、でもその幸せな気持ちを忘れてその後も何度も悲しんだりとかしたんですけど、でもなんかその度に彼が夢に出てきてすごい心配そうな表情してたりとか、私が生きることにちょっと消極的になってる時期で彼が諭しになんかちょっと怒りに夢に出てきたりとか、なんかそんな風にいつも見守られてるんだなって思うことがあります。で今ももちろん悲しかったり寂しかったりすることはあるんですけど、心の底の多分どこかで彼が強力なお守りみたいにいてくれている、なんかそんな風に思っています。だから彼がいるから、お守りがあるから私はこの先も大丈夫って思っています。できっと今つながりを感じられなくって苦しんでいる方も、きっとその自分が感じている感じていない関係なくつながりはあるんですよね。今私が思うのは生きていない人とのつながりって本当に見えるものじゃなくて感じ取るもの、生きている場合だと話したりとか触れ合ったりとか、なんかそういう何かしら体とか言葉を通してつながりっていうのを確認できるじゃないですか。でもやっぱり生きていないってなると感じ取るっていうのが唯一の手段になるので、絶対私だけじゃなくって皆さんにも亡くされた大切な人とつながりを感じられるようなきっかけとか出来事ってきっとあるはずなんですよね。でその時に自分の妄想だって片付けてしまうことは本当に簡単なんですけど、でもそうじゃなくってそれを信じる、自分がその時感じた気持ちとか感覚っていうのを信じること、自分がその時に本当にそれを感じていらっしゃるのであれば、それは事実なんですよね。でそれが本当に事実なのかとか正解なのかとかいうのは確かめようがないじゃないですか。で確かめようがないんだったら信じたいことを信じればいいって私は思っています。人って亡くなるとその人の存在のあり方とかその人の関係性みたいなものって変わるじゃないですか。で変わるだけなんですよね。終わってはないしなくなってもないんです。でその変わった中で自分がその人と新しいつながり方を構築していく、作っていく、なんかそういうのがとても大切にもなってくると思います。で私が日頃やっているのは彼にたくさん話しかけています。これはなんかもう前から言っているような気がするんですけど、必ず毎朝と毎晩2回は最低彼の写真のところに行って話しかけていたりしますし、あとは結果的にすごく良かったのはヨガなんですけど、ヨガって
本当自分の感覚を大切にするんですよね、他のスポーツと違って。で例えばこうやって胸の前で合唱した時に、胸の前で合唱するってやった時と、胸の前に合唱してこう手のひらを押し合うっていうのって、多分皆さんから見える形って何も変わらないと思うんです。でも私は体の内側でここの筋肉にスイッチが入った感じとか、手のひらの内側の接着面が広がったりとか、なんかそういう感覚が生まれるわけなんですよね。なんか私その大切な人とのつながりを感じるって、なんかまさにこのことなんじゃないかなって思っていて、形は見えないで、周りからもわからないけれど自分は確実に感じている、なんかそういうものだと思っています。ヨガは別に意識してやっていたわけじゃなくって、結果的にその私が亡くなった旦那とつながりを感じる上で支えてくれたもの、なんですけど、でも別にヨガ以外にも亡くされた大切な人にたくさん話しかけるとか、その人について別の誰かに話すとか、2人でやっていたこととか行った場所、思い出の場所に訪れるとか、なんか本当今の日常の中でその人とつながりを、感じられることってたくさんあると思いますので、ぜひ私にとってそれがヨガであるように、皆さんにとっても何かあるといいなって思っています。ヨガでしたら私いつも表参道と、あとオンラインでレッスンをやっていますので、あと最近はグリーフケアのヨガって言って、亡くされた大切な人とつながりを感じられるようなインストラクションをメインにしたレッスンとかも始めましたので、もし興味あったら見てみてください。はい、今日は亡くなった大切な人とのつながりっていうのをテーマでお話ししました。実はこれ数ヶ月前のライブ配信でもお話ししている内容なんですよね。でもしよかったら私以外の話とかもライブ配信では聞けますので、興味あったら見てみてください。はい、では最後までご視聴くださりありがとうございました。またね。